ございます。なゆです。ラングちゃんです。今日はですね、長者ヶ浜海岸に来てます。大好きな相棒ラングちゃんがもう納車から3年経って、この間初車検を無事に終えたということで、ジープラングラーに3年乗ってリアルな感想とかをお届けしていきたいと思います。納車動画、半年動画、2年動画を出してきてて4回目になるんやけど、3年目となると不具合があるのかどうかを皆さん気になると思うし、何万キロ走ってカスタムとかで、何よりも車検の金額はもう皆さんめっちゃ気になると思うからお答えしていきたいと思います。ラングラーについて質問ありますかっていうのを今回はもうインスタとか X で聞いたりしたから、ちょっと順番にお答えしていきます。それではレッツドライブ。せいやということで、今ドライブに来てるんやけど、納車から2年の時にも行った海外に行こうと思ってて、今ずっとドライブしてます。で、皆さんからの質問にお答えしていこうと思います。結構皆さん質問を送ってくれてありがとうございます。皆さん本当にほんまにラングちゃんはもう美女だけでなくて、コメントでかっこよさに全振りした車で機能は全然ダメだよねみたいなことを言われたことがあって、そんなことないよと私は言いたい機能ももちろんめちゃくちゃいいと思ってるし、本当に美女だけじゃなくて細かいところとかもすごい最高の車だと私は思ってます。困ったことは軽とかコンパクトカーに比べたら大きい車やとは思うけど、見た目以上に小回りは効きます。なんか一緒に友達とドライブ行った時とか、そこの道行けんのみたいな感じで言われたりとかもするぐらいで、意外とみんなにびっくりされるぐらい小回りは効きます。今私が乗ってるのがジープラングラーアンリミテッドサハラ2023年式の JL 型っていうものなんやねんけど、この1個前の JK 型っていう時のラングラーは小回りが効きにくかったそうです。ただ私が乗ってるのはすごい乗りやすいし、小回りも効くし、ヘアピンカーブとかでも割といけるかなとは思います。横幅はトヨタのランクルプラドよりも若干小さいぐらいと私はディーラーで聞きました。たまにキャンプ場行く時とかに細い道とか住宅街とかでも壁が見えます、角もこんなんですみたいなところとかは緊張する。ピーって近いですよみたいななってるのが常にあったりするとめっちゃ緊張する。もうその時はもう何回も切り返したり、ラングちゃんって前と後ろと横にもカメラがついてるから、それを見て大丈夫かなっていうのを確認しながら進むようにしてます。たださっきも言った通り意外と小回り効くから、多分試乗してみたらみんなびっくりするんちゃうかなという感じです。個人的にはレンタカーとかした時、他の車にたまーに乗った時に、やっぱラングちゃんの方が運転しやすいなっていうのはめっちゃ思う。全然内装チャッチくないと思う。むしろ高級感溢れすぎて、私はラングラー以上の高級車に乗ったことないっていうのはあると思うけど、めっちゃ高級感あると思ってる。レザーシートとかもすっごい座り心地いいし、全くチャッチくないと思う。ハンドルとかもレザーになってるから、こういうところとかでもすごい高級感あっていいなって思うんやけど、私だけ？私はもう大好きな内装、いつ見てもワクワクするような大好きな内装です。すごい鎌倉湘南。燃費ね、純正タイヤの時は、夏とかクーラーガンガンした時は7ぐらいまで下がるんやけど、冬とか秋とかやったら9、10ぐらいまではあったかな、下道で。高速乗ったら11から13キロぐらい。私は関東から大阪までの往復でずっとほぼ高速道路をやった時は最高16キロまで上がりました。ずっと乗ってるからそれ上がるとは思うけど、すごい16キロっていう数字が出るんやっていう衝撃やった。タイヤを変えてから1インチアップしてタイヤのサイズを大きくしたら燃費が落ちるっていうことは聞いてたんやけど、だいたい2キロぐらい下に下がったかなっていうイメージです。下道やったらでも7ぐらいかな。ずーっと下道っていうことがあんまりないから、ちょっと正確な数字はあれやねんけど、わからへんねんけど、だいたい7ぐらい。今も下道走ってるけど 9.7 とか、高速乗っててもだいたい10、11ぐらい、マックス12ぐらいで12以上上がらんかったかなっていう感じです。
この大きさにしてはみんな意外と燃費いいねって言ってくれるし、質問いただいた時に燃費はどうですかみたいな、うちのハイエースは7キロですっていう方がいらっしゃって、トヨタのハイエースとかでも7キロぐらいなんやと思うと、アメ車にしてはすごくいいんじゃないのかなと思います。燃費を気にして乗る車じゃないっていうことをめっちゃ言ってると思うんやけど、それでもめっちゃ燃費気にしてんの私は。なんていうの、燃費があんまりやから乗りたいけど乗らんとこっていう感じでは絶対ないんやけど、どうせ乗るんやったら燃費がいい方がいいし、家計にも優しいから、私も常にお財布に優しい運転を心がけてるから、これだけの数字はあるかなと思います。具体的に言ったら、急発進、急ブレーキをできるだけしないこと。一定の速度でできるだけ走るとか、もちろんやけど法定速度以上でぶっ飛ばしたりとかもせえへんし、できる限りお財布に優しい走りを心がけております。マックスは多分80リットル。やねんけど、なんかもうガソリンほぼないですよ、みたいな。アラートもうメモリもこんだけしかないですよみたいな時に満タン入れたとしてもだいたい70リットルぐらいでガソリンガチャって止まる感じです。ありがとうございます。ほんまにめっちゃかっこいい車。180円台ぐらいの時は全然ない時に満タン入れたら12000円ぐらいやって、やっばって感じやってんけど今はありがたいことに一回ガーン上がったけどまた下がって150円160円台だと思うんだけど、そういう時は8000円ぐらいかな。まあそれでも高い方ですけど、もう少し安くなってくれると私は嬉しいですね。これはなんかもうラングラーといえば雨漏りの車みたいななってるとこあると思うねんけど、私は一回もないです。さっきもお伝えした通り、今私は JL 型っていうのに乗ってんねんけど、 JK 型の時は雨漏りはあったみたい。大雨の時とかは。やけどやっぱ改善されてドアの隙間とかを埋める方法を変えたのかな。なんかようわからへんけど雨漏りはほぼせんくなったみたいです。今のこの JL 型でも雨漏りするっていうのは、ラングラーって屋根とこのドアとかを全部外せんねんけど、例えばその外してちょっとオープンカーとして楽しんで、でまた雨降りそうやから屋根戻しとこうみたいな時に若干こう隙間がずれてパチッと止めちゃったりしたり、そういった時とかにその隙間から雨漏りすることはあるみたいです。最近はそんなに言われてないんちゃうかなと思います。この3年間ではめっちゃ大きな故障はなかったです。5万キロ超えたぐらいから故障が増えるかもとは言われてると思うから、これからどうなるかは分からへんけど、今のところは全然ないです。で、今まで一応あった故障としては、ほんまに初期の頃に運転席側と助手席側とあとリアドアがこう手かざしたらこうガチャって開くようにはなってるんやけど、そこの運転席側だけ全然開かへんくなって、でディーラーさん持って行ってここだけ効かないんですけどって言ったら、なんかそのキーバッテリーがもうなくなってるのかもみたいな言われてんけど、まだまだ買いたてでそんなことあるって思ったし、でしかも助手席とリアドアはしっかり反応するから違うんじゃないかなと思って、その日は持ち帰って、でもう一回もう全然効かへんからしっかり点検してほしいですっていうことを言ったらやっぱ故障があって、すぐにセンサーとかを変えてもらいました。確か台車を出してもらって、その日中に終わった気がするけど、最初納車から3年の新車の時は3年のパックみたいなの入ってたから修理代とかは全然かからずでした。であとは走行中にすごくエンジン音みたいなのがめっちゃ鮮明に聞こえるようになった時があって、もう絶対故障やんって思って持って行ったら、なんかね、足元にラングちゃんって水が入った時用なのかな、キャンプ動画中にラングちゃんの足元にめっちゃ水こぼしてもうたみたいな動画を上げた時に、ラングラーは排水が地面とつながってるからここ開けたらすぐに水流れますよみたいなの教えてくれた方がいて、そこの蓋がキャップがどっか行っちゃってて気づかんうちにそこの蓋がなくなってたから、ダイレクトにエンジンの音が隙間が開いて聞こえてたっていう感じで、それはこの部品を300円で購入して無事に解決できました。細かいことで言うと、ワイパーのビビリ音がすっごい 2,3 回直しても直らんかったり、もうこれは視聴者さんにも教えてもらったんやけど、やっぱガラスコーティング、逗子市入りました。ガラスコーティングをするしかないなっていう感じらしい。ガラコをやろうかなと思ってます。ブレーキが若干キーキー言うようになってたから、それはもう車検の時にブレーキの泣き止めみたいなのを入れてもらって治りました。
だから今のところは大きい故障は全然ないです。ただ他の方の話を聞くとたまにあるみたいやから、今後どうなるかはわからんけど、故障も楽しみつつ、楽しむとかは言われへんけど手がかかるほど愛おしいって言うんでね、この辺はちょっとこれから向き合っていこうかなと思います。あと3年経ってキーバッテリーがなくなったよっていうお知らせが出たから、この間自分で変えました。キャンプ行くときに最初の方私レンタカーずっと使ってて、毎回キャンプ行くのにそのレンタカー借りてとか言ったら意外とつりつもでお金かかってくるし、で好きな時に好きなところに行けないのはちょっと辛いなと思って車欲しいなって思っててん。で原付キャンパーとして一時期行ってたと思うんやけど、原付はりんちゃんを見てるとすごい自分でもできそうって思ったんやけど、意外とやっぱ1泊2日のキャンプで荷物が多いし、ちっちゃい原付の車体にたくさん荷物を乗せるってなると運転が危なくて、で車を買おうって思いました。でそんな中でもやっぱすれ違う車で車めっちゃかっこいいってなったのがやっぱラングラーで、もともと私小さい頃キャンプとかスキーとか連れてってもらってたんやけど、その時はジープのチェロキーのスポーツを乗ってて、車といえばジープやなっていうのが私の中であって、でその中でもやっぱラングラーがもうズバ抜けてなんかドタイプなんですけどみたいなこのフォルムドタイプなんですけどみたいな。でもどんどん運転していってすれ違うたびにジープのラングラーやばいってなって、もう勝手にラングちゃんって言って、その時からもうラングちゃんを乗るイメージをもうずっと持ってました。迷ってたとしたら購入のタイミングで、やっぱりラングラーって車高が高いし、おばあちゃんになってからとか、すごく年いってからとかは厳しいかなとは思っててん。だからもう乗るなら若いうちに早めの方がいいし、あとはお母さんに乗りたい車は若いうちに乗っときゃみたいなことを言われて、確かになみたいな。今はキャンプっていう趣味があって、もうキャンプとラングラーとかすっごい相性抜群やん。もうそうやったら今乗りたい時に乗っとこうと思って。いつかなんか乗りたかったなっていう思いだけで終わるのは悔しいやろうなっていうのがあったから、もう決めました。もうこれはほんまにないです。もう車乗るなら絶対ジープのラングラーがいいって思ってたし、妥協して別の車に乗って運転してる時に他のラングラーとすれ違ったら、もう多分すっごい胸が張り裂けそうな気持ち。やっぱあっちにしとけばよかったってなったら、こんだけ大きいお買い物やから、なんかすぐに打って交換みたいなことできひんし、もう絶対に車買うならラングラーと決めてました。お金を支払うのには変わりないからな。もうどうせなら好きな車に払いたいなと思ってて、ラングちゃんに決めました。ちょっとこれから海岸に行くんやけど、先に前回逗子の海岸に行った時はドーナツを買ったと思うねんけど、今日はまたドーナツかもしれんけど、 Google マップで見てたら行ってみたいお店があったから、ちょっと寄ってみます。これは黒とグレーで迷ってて、でも結局私がラングちゃんを買う時には JL 型は黒と白しか選択肢がなくて、それやったら必然的に黒かなっていう感じで黒にしました。待って、もう着くわ。ラングちゃんはこんな感じで、前のカメラと後ろのカメラと左が見えるようになってる。これが結構便利。何この天才的な注射。多分世界一小さいチョコレート工場。行ってきまーす。迷う。お買い上げ。カフェラテも買っちゃいました。楽しみ。美味しそうすぎて3つも買っちゃった。私が結構飽き性なのもあってだから飽き性の割にはこうやってキャンプが好きな思いとかラングちゃんが好きな思いとか変わらんのは本物の愛だなっていうのはすごく感じます。小物とかであれば色がついてるものとかは楽しいけど、なんか何年も乗りたいし、なんといっても私は黒がかっこいいってめちゃくちゃ思ってたから、ラングちゃんは私の相棒でもあり SP っていうめっちゃかっこいい立ち位置でもあるから、黒って締まっててかっこいいやん。だから黒もしくはスティングレーかなっていうのは思ってました。でもう実際黒にしてめちゃめちゃ良かったです。でもラングラーって他の色もほんまに可愛いから、なんか限定車とすれ違う時とかはこういう色あるんやって思うって面白いです。なかなか
かけてないです。コーティング系は納車時に事前に1回かけたのと、1年半ぐらいですぐ汚れるのが気になって、キーパーコーティングでフレッシュキーパーっていうのをやったんやけど、3万なんぼか。私はこれはあんまり意味なくて爪が汚れてる状態、上からネイルをするみたいな感じで、あんまり意味なかったみたいです。だからどうせコーティングするんだったら一回こうガッて削って綺麗にした状態でコーティングするとさらに綺麗になるみたいです。またいつかやりたいなとは思ってるけど、タイミングが悩んでます。洗車は手洗い洗車です。そう、機械には一応ジープ NG っていう風に書いてあったりするし、なんかかけたらどうなるのかわからんのと、アンテナがラングちゃんあるから、そのアンテナに当たるとあんま良くないのかなと思って、もうずっと手洗い洗車しかしたことありません。もうこれも手がかかるほど愛しいってやつですね。大変やけど、だいぶ最近は慣れてきて1時間以内には終わるかなっていう感じです。めっちゃいい聞き方してくれる。53,559km 共に歩んできました。めっちゃなんかロマンチックな聞き方やな。共に歩んだ距離っていうのはありがとうございます。ジープっていうのがそのちっちゃい頃から乗ってたから知ってるメーカーでもあったし、とにかく顔がタイプ。もう顔が本当にタイプですね。ジープっていうこの4文字もすごく最高にかっこいいし、なんか車の中にところどころ遊び心をくすぐられる仕掛けみたいなのが隠されてるのは好きです。去年行きました。初めてラングラーオーナー会。ちょっと人見知り発揮してなかなか声かけることはできひんかったんやけど、でも視聴者さんとかが結構声かけてくれてめっちゃ嬉しかった。また来年とかあったら行きたいなとは思ってます。買いました。この間動画上げたんでぜひ見てみてください。これもめっちゃ買ってよかった。なんやろう。この日本の夏の暑さ、異常な暑さになかなか夏はしんどいかもしれん。この天井がこんな感じで鉄っぽいから、ラングちゃんってクーラーガンガンでも涼しいんやけど、それでもやっぱ暑いなっていう感じはあります。いやー、天井なー。開けて走ってみたいなと思うけど、日焼けもしそうやし、虫も入ってきそうやし、なんかそこまでやりたいとは思わへんかも。私あんまりオープンカーには憧れなくて、普通にここの窓開ける分で十分かもしれん。でも、いつか開けてみたいなとは思います。なんでやろな。なんで断られたんやろ。キャンプラングラーで一緒に行こうよって言ってみるのはどうでしょう。もしかしたら旦那さんが所有してるラングラーであれば、傷つけられるのが怖いっていう思いもあるかもしれへんから、運転させてって言って、運転してみて、しっかり運転できることを証明するっていう手はどうでしょう。ラングラーでキャンプってほんまに最高やから、ぜひ行けることを願っております。キャンプ場選びでは困ったことないかな。そんなめっちゃ細くて、もうラングラー入れませんって言われたことはないし、困ったことないです。これはどういうことなんや。逆にみんなあるんかな、心霊系って。私はほんまに心霊系が苦手やし、もう全然ダメなんやけど。でも逆に言うと、めっちゃ怖がりやけど、私霊感全くないの。なんか怖いっていうのは霊を感じるわけではなくて、なんかお化け出そうで怖いみたいな感じでから、ないです。霊がおるとこでも、うちのラングちゃんを助けてくれます。走行距離確かに5万キロって言ってるけど、車ってどれぐらいまで乗れるんかな。私はもうできたら今のこのラングちゃんは、もうラングちゃんが無理ってなるまで乗り続けたいなと思ってる。1年前は一応選択肢としてはリセールがいい時に3年以内に売って、もう一回買い直すとかも一応選択肢としては考えたこともあったんやけど、もう3万キロを超えた時点でガクッと金額は落ちちゃうって言われてたし、もうそれであればこのラングちゃんを乗れる時までずっと乗り続けたいなと思ってます。なので、次に買うならラングちゃんがもちろんいいけど、とりあえずは今のこの2023年式のラングちゃんを愛していきたいなと思います。もうこれは毎日
毎日お家を出てラングラーを見るたびにめっちゃかっこいいって思うし、出かけてて帰ってきた時にラングちゃん見るとかっこいいってなるし、ラングちゃん乗って運転席座ってエンジンかける時もかっこいいってなるし、運転してる時もすっごい幸福感に満たされるし、最高な車です。運転する時もすごい一人で調子乗ってる。もうめっちゃかっこいいなと思いながら。たまになんか車が反射するようなトラックを見かけるとラングちゃんが映って、あ、かっこいいなと思って。いい感じです。もうすぐかな。お、本日無料やって。やったー。ラッキー。前回500円ぐらいかかった気がする。ドアを開けっぱなしにするときは、これでオフ。はい、かっこいい。うわー。綺麗。いやー、やっぱ海好きやな。あら、チェンチェン。すっごい綺麗。波音もめっちゃいい。お、この崖すごっ。じゃじゃーん。ラングちゃんの積載量どれくらいですかっていう質問もあったから、ちょっとこんな感じっていうざっくりでしか分からへんねんけど、ラングちゃんにキャンプ道具って積みっぱなしですかとかも聞かれるから、それで言うと何でもボックスとなんかたくさん焚き火台とか椅子とか入ってるやつと机とクッカー類はいつも積んでます。基本的にはこれプラステントと冷蔵庫とシュラフっていう感じかな。これらは常に積んでます。でソロキャン行くにはもう全然十分な積載量です。思ってるより積載少ないねとは言われます、実際に見た人とかから。でもこんな感じです。今から買ってきたドーナツ食べたいから、ちょっと荷物を前に移してここをすっきりしたいと思います。ラングラーの好きなところ、推しポイントはノーマルの状態でこのアルパインのスピーカーがついてます。この上にもこれがマジで音質いい。すごい低音が効くからめっちゃいい音が流れる。これはかなり推しポイントです。なんや5時のアラームかな。じゃじゃーん。ドーナツ絶対買いすぎ。多分去年もここに撮影来たんやけど、その時も三崎ドーナツっていうドーナツ買んできて、今回もドーナツです。半袖着てきといてよかった。めっちゃ暑い。最高。ちょっとこの超カロリー爆弾ソーダチョコマシュマロからいただきまーす。美味しい。めっちゃ美味しいねんけど、抹茶も食べてみよう。いただきまーす。うまい。ちょっとあまりにも暑いから前に来た。最後、一番みんなが気になるであろう維持費、コスト面、車検代についての質問が一番多くって、あと維持費とランニングコストとか、もちろん新車で買うかとか、そのどれのグレードを買うかとか、ローンにするのか現金一括払いなのかとか、それぞれ人それぞれ違うと思うけど、参考程度に私の場合はっていうのでお話ししていきます。まずですね、ランニングコストを教えてくださいっていう質問がありました。この3年でかかったラングちゃんの料金とかお話ししていきます。まずは、毎月のお支払いからで言うと、ガソリン代、ETC 代。これは、どれくらい乗るかにもよるかなっていう感じ。私は結構距離乗る方やから、結構かかったりするんやけど、乗らん人は全然乗らんし、高速も使わない派の人はかからんかなと思います。燃費とかを参考程度に割り出していただければと思います。次ですね、保険。1ヶ月に約1万円お支払いしてます。結構しっかりめになんかあった時は怖いから、もういい条件のものを選んでるから結構高めです。外車が割と高くなってしまうみたいで、次がローン。これは毎月8万円弱。なんでローンにしたんっていう質問たまーにほんまに来るんやけど、もうほっといてって感じです毎月で言うとその4つかな。で、あとは自動車税。自動車税は36,000円。1年に1回。意外って言われるんやけど、ラングちゃんは 1995cc で 1.5 リットル以上2リットル以下の車に当たるから、こんな金額です。乗る分にはそれぐらい
かな。この3年間で修理代とかもそんなになかったし、オイル交換とかもパックに含まれてるから、それぐらいかも。はい。で、お待たせしました。皆さんが一番今回の動画で気になってるであろう車検代。えぐかったです。まあ、覚悟はしてたけど想像以上やった。包み隠さずお話しすると、合計33万4620円。衝撃。普通に。ほんまに衝撃やった。なんか、こんなに行くんやと思って。まあ、金額だけで見るとほんまにびっくりしたと思うけど、車検だけではなくて、バッテリー込みの金額やからこの金額です。車検だけやったら16万7000円。で、バッテリーは13万7000円でした。で、ラングラーは、バッテリーがメインバッテリー、サブバッテリーと2つついてるみたいで、1つはもう結構限界的な感じ。で、もう1つはまだ大丈夫だけど、まあもうこのタイミングで交換した方が、もう1回ディーラー行くことになるから、いいかなって言われて、結局2つとも交換しました。で、バッテリーはだいたい3年に1回交換するみたいです。へ3年に1回13万7000円です。で、私も結構衝撃やったから、いや、バッテリー2つあるんやったら1つにできないんですかっていうことアホみたいな質問して。正規ディーラーではそういうことはやってへんけど、街の中の車検屋さんとかではそういうことはできるみたいです。みたいなことを言ってくれまして、まあすごいとても気まずくなったんやけど。そういうところでもう1つにしたところで、この2つ使ってたもの1つにするから結構大きいバッテリーになるから、割とお値段を張るとは言われました。自分流にそんなバッテリー1つにして不具合とか出たら余計嫌やなと思ったから、もう今回はこのまま13万7000円お支払いしました。で、視聴者さんでラングラー乗ってる方が、初めての車検29万ぐらいでしたって言ってたから、どこの正規ディーラーでやってもそれぐらいかなと思います。あと私はその他細かいところで、まあ、結構走ってるから5万キロ以上。5万キロ走ったら交換するようなパーツとかがあったから、なんかそういうとこも劣化してるところは交換しました。で、まあなんかこれ以外にも6万キロぐらいで買えるやつとかあるらしくって、これどうしますかって言われたけど、今すぐ買えへんくても大丈夫ですって言ってくれたから、今回は大丈夫ですって言ってるとこもあります。ちなみにそれは7、8万ぐらいするらしいから、まあここ1年ぐらいの間に、その出費はあるかなと思います。泣き泣き。泣き泣き。で、今回正規ディーラーさんにお願いしたんやけど、正規ディーラーは高いっていうのは私ももちろんリサーチして知ってたんやけど、やっぱり自分で調べてどの町の車検屋さんがいいのかなっていうのが、もういまいちわからんくて。で、失敗しても嫌やん。正規ディーラーやったら失敗することないと思うけど、金額をお支払いして選択ミスっていうのは一番避けたいなと思ってたから、もう初回はいいわと思って正規ディーラーにしました。だから、もしアメ車専用のところでこういうとこおすすめやでとかあったら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。あんまりもうお支払いしてるから責めないでください。車検は今回初車検やったから3年目やったけど、次回以降は2年に1回。2年に1回正規ディーラーやったら16万7000円で、今もう物価高騰してるからどんどん車検代も上がるかもしれんから、もう怖くてしゃあないわ。それぐらいでしょうか。あとはカスタム。ラングラーに乗ってこのカスタムはした方がいいというものありますか？サブチャンであげたと思うんやけど、隙間のカスタムは結構垢抜けたなっていう感じです。あとは車高1インチアップも割とお気に入り。タイヤを大きくしたのもお気に入り。ラングラーオーナーであれば誰もが通るような道のカスタムを一通りしてきたけど、それは全部良かったです、やって。ちょっと待って、内装がチャッチーっていうのがあったよ。内装全然チャッチくないよ。内装を見たいっていうお声もあったから、ちょっと内装の紹介もします。一応シートベルトつけとくわ。ジープ、新1941年。車の中央部分にこういう感じでボタンが集まってます。これがさっきスクリーン自体の電源をオンオフできる。ボリュームはここで変える。雨の日とか、フロントガラスが曇ってきたらこれオープン。ハンドルヒーター。ハンドルがめっちゃ暖かくなる。ほとんどの車と一緒かな。助手席のシートヒーターと運転席のシートヒーター。こっちが運転席側のこの空気の温度を調節できるやつ。ラングラーはエンジンかけて毎回走るたびにアイドリングストップの設定になるんやけど、アイドリングストップをしないよっていう設定にするボタン。これはスクリーンオフ、一時的に画面オフにする。これはシガーソケット。窓ってだいたい右側のこの辺にあるイメージやねんけど、ラングラーはここに中央にあります。運転席、助手席、後部座席の窓です。でここはタイプ C と USB があります。初代ラングラーがいる。めっちゃ可愛いシフトレバー。
私の好きなポイントです。今年スタッドレス履いて白馬行く時に初めて使ったんやけど、4駆に変えれるシフトレバーです。通常 2H になってる肉のところで、4駆オート、4駆デパートタイム。オートじゃない4駆なのかな。基本この2つしか使ったこと。大雨とか、ちょっと滑りやすいなっていう時も4駆にするといいっていうことで、走りながらガチャンって変えてもいいそうです。最初めっちゃ緊張したんやけど、もうだいぶ慣れました。結構硬い、これは。サイドブレーキ。で、ドリンクホルダーはこの中央にこの2つしかついてない。私の大好きなハンドル部分。かわいい。電話来た時に取れんのかな。自動運転もあるんやろけど、オートクルーズしか私は使ってへん。これがエンジンスタートストップ。ウィンカーが左側で、ワイパーが右側にあります。これはハンドルの位置を変えると。実はハンドルのこの裏側、右側が音量ボタンを調節できるものがあって、曲流してる時に次の曲行く時とかここで変えれます。ハンドルで音量調節とか曲の変更とかはできます。結構慣れるまで気になるのが多分この足元。もともと左ハンドルの車を右に変えてるから足元が結構狭くって運転席側の。助手席はこんだけ余裕があるんやけど、運転席側はここまでしか足がいかない。足長い人とか足こう開く方が楽っていう方はちょっとしんどいかもしれない。まあでも割とすぐに慣れます。車のロック解除。車内のライトとか、ナビの明るさを調節するってことです。いつもオンにしてます。ミラーの位置を変えれるところが。助手席は、ここに ETC があります。この真ん中の肘置いたりとか、小物とか入れるのに便利なボックス。1個は深くって、もう1個は浅い。じゃあちょっとエンジン入れてみます。ブレーキ踏んで、ガー。私は生きて英語表記にしてる。燃費とかが出る画面になってる。で、真ん中が 10.3 っていうのが今の燃費。ガソリンは80リットルかな入ります。4駆変えたいなって思った時に、ガッて。結構ほんまに力いる。ガッて引くと、今4駆のオートになりました。いろいろと、こんな感じで、あります。送ります。これぐらいやから直角でもないか。こういう風にしっかりエアコンもあります。で、後部座席もドアの開閉はここです、真ん中。なんで真ん中なんかって言ったら両方、後ろも前も。雨漏りの時に話したけど、ラングラーって扉を全部外せる。この黒い枠以外、扉を全部外せるからボタンがさ、ないと困るやん。やから全部内側にあるっていうのを聞いたことがある。タイプ C が2つと USB を挿すところが2つあります。後部座席の人にも優しいの。115V までやけど、コンセントがある。って感じですね。ここって何置いたらいいんやろな。何置くのが正解なんかわからへんけど、スマホを置けそうなところと、でもちょっと私キャンプ道具とか置きすぎて汚いけど。スマホが置けそうなところと、なんか、ティータイムとかできそうなところ。でもティータイムといえば、後部座席は3人で、ラングラーは5人乗りまでなんやけど、もし後部座席が2人やったら、真ん中をこう倒したら、ドリンクホルダーが出てきます。ドリンクホルダーと、なんかまた置くところ。なんかここで過ごすのも楽しいな。やっぱ車中泊はワクワクするよな。愛車の中で過ごせるから。大好き。天井はこんな感じで、鉄っていうのかなだけやから。夏は暑いし、冬の車中泊やばかった。ほんまに舐めてた。マジで外よりも寒い。冬の車中泊は。ちょっと工夫が必要やわ。あとは雑誌とかパソコンとかかな入れるようなとこ。ふかふかの素材に包まれてる収納があります。天井にはスピーカー、ライト。手動でもこうやってつく。実はここに秘密の部屋が隠されてんの。なんか非常用グッズとか入れててもいいかもな。長さは90センチぐらい。横は100センチぐらいかな。ちなみに後ろにもシガーソケットがついてますね。いい感じ。カスタムしたところは一つ一つお見せしていきます。かっこいい。カスタムをしたところを紹介していきます。順番に行った方がいいか。やった順に行くわ。まずは、このリアドアを開けて、これ、何かって言ったら、ほんまはこうやって隙間が
開いてんねん。だから、雨の日とかにこう後ろ開けたら、この間からポタ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 って雨水が落ちてくる状態。やってんけど、これをシールで貼りました。これは自分で貼って、1年半後ぐらいに知ったのかな。ジェプセンっていうメーカー、私のタイヤのホイールを買ったメーカーのものです。で、Amazon で7000円ぐらいで買いました。これが1個目のカスタム。2個目が1インチリフトアップ。これはほんまにやってよかった。街中で走るラングちゃんを見たときに若干リフトアップしてるのが私は結構かっこいいなって思ってたから、これもお願いしました。んで、スタッドレスタイヤをついでに変えたかったから、白馬に行くために、横浜のアイスガードとジェプセンのバレルゾーンにしました。そしたら春から秋用のタイヤも純正タイヤに戻すかも検討したんやけど、やっぱり大きくしたら今度小さくするのが悲しくなって、で、しかもオフロードタイヤ履いてみたかったから、これは横浜のジオランダっていうタイヤにジェプセンのホイール、これも新しく付け替えました。ホイールは毎回こう剥がしたりするとタイヤが傷んじゃうみたいやから、もうこっちもついでに変えちゃいました。ナットを追加のオプションで真っ黒にするかっていうのを聞かれてんけど、純正さも残したいなと思ったから、私は純正のナットを使ってます。中段みたいでかっこよくない？ここだけ。これがタイヤです。で、次がこれ。ドリンクホルダー。これは Amazon で1個しか入ってへんけどびっくりしたんやけど、5000円します。めっちゃかっこよくて、こうやってやってたらめっちゃかっこいいやん。ジープって書いてあるし、しかもステランティスが出してる純正品やし、すごいお気に入りです。ただ、結構デメリットもあって、弱い。8ヶ月ぐらいかな、使ってやってんねんけど、ちょっと弱いから、倒れそうになる時もある。っていうのと、ここの風向の向きを変えられへんくなったから、ガチで暑い日は結構きついかも。でも、こっち側は空いてるし、いいかなっていう感じです。気に入ってます。これは Amazon で純正品ではないと思うけど2000円ぐらいで買いました、確か。小物を置きたい時とかにすごい便利。スマホをここに収納するとか、そういったことに使ってます。一番最近やったカスタムがこの真ん中を、すごい夕日。タイヤが見えるようにここの隙間を開けるというカスタム。これはかなりお気に入り。タイヤがかっこいいから余計に隙間からチラリズムしてめっちゃかっこよくなったから、ほんまにこれはやってよかった。いいですね。で、カスタムはまだこれからやる予定ありますかって言われたんやけど、もうないかな、さすがに。私最初からカスタムやらんって言ってたんやけど、いろんなラングラー見てたらやりたくなったりとかもして、やったりしてんけど、もう今これで十分かな。車高がめちゃめちゃ高いのもあんまり好きくないし、タイヤが大きすぎるっていうのもあんまりやから、もう今がちょうどいいって感じ。小さいカスタムでやってみたりはするかもしれへんけど、大きなカスタムはもうこれで終わりかなっていう思います。以上。ちょっと待って、夕焼けやばくない？夕日。すごーい、綺麗。わー、めっちゃ綺麗。あれ？富士山これ。待って、富士山ちゃうか。さすがにちゃうか。富士山ちゃうこれ。すごいんですけど。ちゃうか。富士山ではないか。待って、位置的に調べたらあれ富士山よ。すごい。はい。というわけで今回は私の愛車。なんかすごい開いてんのか閉まってんのか。はい。というわけで今回は私のこの大好きな相棒のジープラングラーアニメレッドサハラちゃんの納車から3年経ってのガチレビューでした。ちょっとうまく説明できてるかどうか毎回このレビュー動画出すたびに不安ではあるんやけど、でもみんながいつも参考にしてますって言ってくれてるからこそ、私は自信を持って説明できております。ありがとうございます。私のキャンプ動画とかこのレビュー動画を見たりしてラングラーに興味を持ってくれて、で乗り始めましたって言ってくれる方がほんまに多くって、めっちゃ楽しい車、ほんまにめっちゃ楽しい車やからこそ、なんか私の動画を通して新しい出会いというか、新しい運命の相手じゃないけど人生の相棒とかを見つけてくれてるっていうのがもうほんまに嬉しい。もうコメントをもらうたびにこわーってジーンと来てます。ほんまに皆さんありがとうございます。はい、というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。また何かあったら
動画にしたいと思うから、これからも応援していただきますと嬉しいです。皆さんいつもありがとうございます。バイバーイ。いえ